あなたは人生の最後のご褒美ともいえる退職金の受け取りについて、こんな甘い幻想を抱いてはいませんか。一度に数千万円もの大金をもらうと、使い込んでしまいそうで怖い。年金払いにして、毎月のお給料のように受け取るのが安心だ。会社が運用してくれるから、分割で受け取れば利息もついてお得な気がする。もし、あなたがそう信じて、会社の総務担当者が差し出した書類の、年金払いでお願いします、という欄にハンコを押そうとしているなら、今すぐその手を止めてください。そのハンコは、あなたの老後資金を数百万円単位で減らしてしまう、公開への契約書になってしまうかもしれません。想像してみてください。長年、雨の日も風の日も、満員電車に揺られ、理不尽な上司に耐え、家族のために、会社のために尽くしてきて、ようやく手にした虎の子の退職金です。額面で2000万円あったとしましょう。しかし、受け取り方を一つ間違えるだけで、手取り額が激減し、現役時代よりも高い保険料を払い続け、病院に行くたびに高額な医療費を請求される。そんな後悔だらけの老後が待っているとしたら、どう思いますか。税金の話でしょ。少し引かれるくらい仕方ないよ。国民の義務だし。そう思っているなら、認識が甘すぎます。今日、私があなたに警告したいのは、税金のことだけではありません。もっと恐ろしい、そして多くの人が見落としている、隠れた巨大な負担の存在です。それが、社会保険料です。国民健康保険料、そして介護保険料。この2つが、年金受け取りを選んだあなたに、牙を向き、あなたの預金口座から、情け容赦なく現金を吸い上げ続けるのです。今日は、銀行や保険会社の営業マンが決して口にしない。そして、役所の窓口でも、わざわざ教えてはくれない。退職金受け取りの残酷な真実についてお話しします。一時金か年金か。この運命の分かれ道で、あなたが致命的な経済的損失を被らないための、最初で最後の極めて実務的な授業です。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。さて、まずは結論から申し上げましょう。退職金の受け取り方。多くのケースで、手元に残るお金が最大化しやすいのは、一時金での一括受け取りです。全額、まとめてキャッシュでくれ。こう主張してください。管理が不安ですとか、少しずつもらいたいですとか、そんな感情論は一旦捨ててください。これが日本の税制と社会保障制度において最も手元にお金を残せる可能性が高い最強の選択だからです。なぜここまで強く言い切れるのか。理由は大きく分けて3つあります。1つ目は税金の優遇幅が桁違いに大きいから。2つ目は社会保険料への影響が出にくい仕組みだから。そして3つ目は医療・介護の負担増を回避できるからです。多くの人が税金のことばかり気にします。所得税がかかるかな、住民税はいつらかな、と計算します。しかし、老後において本当に怖いのは、税金よりも社会保険料と現役な未所得認定なのです。ここからは具体的な数字を使ってシミュレーションしていきましょう。ここに勤続38年、今年で定年を迎えた一人の男性 A さんがいます。退職金は2000万円。これを全額一時金でもらうか、10年の年金払いでもらうか、A さんは迷っています。会社からは年金払いにすれば利息がついて総額2200万円になりますよと言われました。200万円も増えるのか、それなら年金の方が得だな。そう思って A さんは年金払いを選ぼうとしています。ここでストップです。この選択が A さんを地獄へと突き落とします。まず、損失への入り口、年金払いを選んだ場合を見てみましょう。年金形式で受け取る退職金は、税金の種類としては雑所得に分類されます。
これが何を意味するかご存知でしょうか。公的年金、つまり国からもらう老齢基礎年金や厚生年金と合算されて、その合計額に対して税金と保険料がかかるということです。例えば A さんの公的年金が年に180万円あるとします。そこに退職金の年金払いが年間に100万円乗っかってくる。合計の年金収入は380万円です。まあ現役時代の年収よりは少ないし、税金もたかが知れてるだろう。A さんはそうたかをくくっています。甘いです。甘すぎます。まず所得税と住民税が引かれます。公的年金等控除という枠はありますが、380万円もの収入があれば課税所得はそれなりの額になります。毎年毎年確定申告のたびに、あるいは天引きで税金を払い続けることになります。これだけでも条件次第では数万円から数十万円規模になり得ます。真の恐怖はここからです。国民健康保険料と介護保険料です。定年退職後は多くの方が会社の健康保険から抜けてお住まいの自治体の国民健康保険に入ることになります。この国保の保険料、どうやって決まるかご存知ですか。前年の所得に基づいて決まるのです。会社員時代は会社が半分負担してくれていました。しかし定年後は全額自己負担です。そしてここで言う所得には当然年金払いで受け取った退職金も含まれます。つまり退職金を年金でもらっている10年間はずっと A さんは所得の高い裕福な高齢者として自治体に認定され、最高ランクに近い保険料を請求され続けることになるのです。自治体にもよりますが、年金収入が380万円もあると国保と介護保険料を合わせて自治体や世帯状況によっては年間で数十万円規模になることもあるのです。これが10年続けばどうなりますか。400万、500万円が社会保険料として消えていく可能性すらあります。会社が提示した利息で200万円増えますよという甘い言葉。増えたのは200万円ですが、消えていくのはその倍以上の金額です。利息でお得なんて言葉は、この保険料負担の前では完全に無力化され、マイナスに転落します。さらにもう一つの隠れた罠があります。それは窓口負担の割合です。医療費の窓口負担は年齢と所得で決まります。70歳から74歳は原則2割、75歳以上は原則1割ですが、退職金を年金で受け取り、所得が高い状態が続くと、現役な未所得者と判定されるリスクがあります。そうなると、窓口負担は3割負担になります。年をとって病院が酔いが増える時期に、医療費が人より多くかかる。高額療養費の上限額も一般の人の数倍に跳ね上がる。これこそが年金受け取りを選んだ人が陥る負の連鎖、トリプルパンチの正体です。税金を取られ、保険料をむしり取られ、医療費まで高くなる。安定して少しずつもらいたいというささやかな願いの結果がこの仕打ちです。これが知らなければ容赦なく資産を奪う日本の制度の現実なのです。では一方の一時金受け取りを選んだ場合どうなるでしょうか。こちらはまさに国が用意した最後の聖域とも呼べる驚異的な優遇が待っています。一時金で受け取る退職金は退職所得という特別な枠組みで計算されます。この退職所得には他のどの所得にもない最強のバリアが2つ施されています。バリアその1、退職所得控除です。これは勤続年数に応じてこの金額までは税金をかけませんよという非課税枠です。長年働いた人への国からのご苦労様というプレゼントだと思ってください。計算式を覚えてください。勤続20年までは
1年につき40万円。勤続20年を超えた分は1年につき70万円です。先ほどの勤続38年の A 算で計算してみましょう。最初の20年で40万 ×20 年イコール800万円。残りの18年で70万 ×18 年イコール1260万円。合計すると2060万円です。お気づきでしょうか。退職金が2000万円であれば、この控除額2060万円の中にすっぽりと収まってしまいます。つまり、課税対象となる所得はゼロになります。もちろん、何もしなくて良いわけではありません。会社に退職所得の受給に関する申告書という書類を提出する必要があります。これを出すだけで控除内に収まれば、税金は1円もかかりません。2000万円がそのまま手取りとして銀行口座に振り込まれます。本当に税金ゼロ？はい、ゼロです。所得税ゼロ、住民税ゼロです。これだけで数百万円分の税金が浮く計算になります。仮に退職金がもっと多くて3000万円だったとしましょう。控除額の2060万円を引いても940万円はみ出ます。じゃあ、この940万には税金がかかるのか。ここで登場するのがバリアその2、2分の1課税です。退職金においては、控除額を引いた残りの金額をさらに半分にしてから税率をかけるという特例ルールがあります。つまり940万円ではなく、その半分の470万円に対してしか税金がかからないのです。この半分にするという効果は絶大です。日本の税金は累進課税ですから、元本が半分になれば適用される税率もガクンと下がります。結果として驚くほど安い税金で済むのです。そしてここからが一番重要です。よく聞いてください。一時金で受け取った退職所得は分離課税といって、他の所得とは完全に切り離して計算されます。これが何を意味するか。少なくとも国民健康保険料の算定では退職所得が除外される扱いが示されており、年金形式で受け取るより影響が出にくいのです。どれだけ高額な退職金を一時金でドカンともらっても、原則として翌年の国保保険料は上がりません。ただし、介護保険料などは所得判定の仕組みが別なので、念のため自治体ルールでの確認は必要ですが、それでも年金で受け取って毎年所得を積みますよりは、はるかに負担を抑えられる可能性が高いのです。いかがでしょうか。年金受け取りと一時金受け取り、その差は単なる税金の計算違いではありません。その後の老後生活の固定費を決定づける、あまりにも残酷な格差なのです。一時金なら手取り2000万円、その後の保険料アップのリスク小。年金払いなら手取りは減り続け、保険料は激増、医療費も高騰するリスク大。どちらを選ぶべきか、答えは明白ではないでしょうか。しかし、ここまで説明してもまだ不安を感じる方がいるかもしれません。でも船長、一時金で2000万も持っていたら騙されたり使ったりしそうで、認知症になったらどうしよう。そういう不安を持つ気持ちは痛いほどわかります。人間は手元に大金があると落ち着かない生き物です。しかし、その管理の不安を解消するために数百万円も残すと国に支払うのはあまりにも代償が大きすぎます。その数百万があれば家のリフォームもできる、孫に教育資金も渡せる、あるいは自分たちのための豪華な旅行だって何度も行けるのです。もし管理が不安なら、受け取った2000万円を生活費の口座とは別の絶対に触らない口座に移してください。メガバンクでもゆうちょでも構いません。キャッシュカードを持ち歩かない口座に入れるのです。あるいは元本保証の個人向け国債を買うなりして、簡単には引き出せない状態、
を作ればいいのです。それだけの工夫で数百万円が守れるのです。何も難しい投資をする必要はありません。ただ、置き場所を変えるだけでいいのです。ここで注意してほしいのが、金融機関の甘い誘いです。退職金が入った途端、銀行や証券会社から電話がかかってきます。退職金専用の金利の高い定期預金がお得ですよ。一時金で受け取って、一時払い保険に入れれば、年金のように受け取れますよ。耳を貸してはいけません。彼らが狙っているのは、あなたの退職金の手数料です。退職金専用定期は、最初の3ヶ月だけ金利が高く、その後は自動的に手数料の高い投資信託を勧められるセット販売がほとんどです。一時払い保険も解約控除などで資金が拘束されるリスクがあります。一時金で受け取った虎のこのキャッシュは自分の手元で一番安全な方法で管理する。これが鉄則です。他人任せにしてはいけません。あなたのお金を守れるのはあなただけなのです。ただし、最後に一つだけ、例外についてお話ししておきましょう。制度は複雑です。ごく稀に年金受け取りを検討しても良いケースがあります。それは、退職金が比較的少額で、かつ、公的年金の受給開始を65歳より遅らせる、繰り下げ受給する場合、などです。60歳で定年退職して、65歳まで公的年金をもらわない。この5年間の無収入の期間に、退職金を年金形式で受け取れば、他に所得がないため、税や保険料の影響を最小限に抑えられる可能性があります。いわゆる、つなぎ年金として活用する場合です。しかし、これも緻密な計算が必要です。他の収入が少しでもあれば、やはり保険料は上がります。素人判断で多分大丈夫だろうとやるのは危険です。基本路線はあくまで一時金。もし迷ったら税理士や社会保険労務士といった専門家に社会保険料への影響も含めてシミュレーションを依頼してください。会社の総務の人はそこまで詳しく教えてはくれません。今日の授業のまとめです。退職金受け取りにおける最大の敵は税金以上に社会保険料のアップです。年金形式での受け取りは所得の上乗せとなり、国保、介護保険料を跳ね上がらせる隠れたコストが潜んでいます。これはじわじわとあなたの資産を蝕む静かなる脅威です。一方で一時金受け取りは退職所得控除と2分の1課税、そして社会保険料への影響が出にくいというトリプルメリットを持った最強の受け取り方です。勤続年数 ×40 万または70万。この控除枠をフル活用し、手元に残るキャッシュを最大化すること。それがあなたの老後を守る最初の、そして最大の防衛線です。会社に提出する書類1枚で数百万の損得が決まる。この事実をどうか忘れないでください。そのハンコ一つにあなたの老後の豊かさがかかっているのです。この動画を見て危うく年金払いにするところだったと冷や汗をかいた方、一時金一択だと確信できたという方、ぜひ高評価ボタンを押して賢い選択をした自分を褒めてあげてください。皆さんの反応が私の後悔のエネルギーになります。またコメント欄でうちはこうやって受け取りました、こんなシミュレーション結果が出ましたといったリアルな体験談があればぜひシェアしてください。あなたの経験が他の誰かの老後を救うかもしれません。知識は共有することでより強固な武器になります。このチャンネルではこれからも金融機関や役所が教えてくれないリアルなお金の守り方を発信していきます。まだの方はぜひチャンネル登録をして私と一緒に賢くしたたかにお金と自由の航路を進んでいきましょう。退職金はあなたの長年の汗と涙の結晶です。制度という名の穴から一滴もこぼさないように
知識という蓋で、がっちりと守り抜きましょう。あなたの老後は、あなたが守るのです。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。